これなんかひどい形でねっとりした感じ、ぷくぷくってわかる人いるかしら。ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介させていただきます。今週は2回に分けました。その後編です。チャンネル登録もお願いします。タゾーでいいのかな？チャイティーラテベース1リットルが2本で1188円です。早い倉庫では2月ぐらいからあったようですけれども、やっと買えました。一応ね、新商品です。こちらの倉庫では。製造は長野県です。賞味期限は来年の1月です。牛乳で2倍に希釈してからレンジで温めました。ホットはアイスより甘みが増しますが、優しい甘さでシナモンなどの香りも豊かです。美味しいです。でも家族は苦手みたいなので、私が独り占めです。100ml あたり 44kcal です。アイスでももちろんすっきりとして美味しいです。カルビーのじゃがいも 3kg698 円です。鹿児島県産、品種はオホーツクチップです。ホクホクではなくねっとりした感じのじゃがいもです。色白で加熱しても変色しないし、煮崩れもしにくいです。どんな料理にも使いやすくて美味しいです。130g から 190 くらいのが14個入っていました。カビてる部分はカットしてすぐに使います。うちは常温保存だとすぐに芽が出ちゃうので、新聞紙で厚く包んで野菜室に入れてます。早速じゃがいもを2個使って簡単なおつまみを作りました。耐熱皿を生かしてレンチンしてからオーブンで焼き上げてます。粉チーズを振って出来上がりです。有機栽培の小松菜138円です。茨城県産です。今回は綺麗なのにお安いです。ツナと卵と炒めてジョニーズシーズニングソルトをかけました。じゃがいもパルメザンと一緒のお皿に盛りました。マスカルポーネロール698円から100円オフです。メルマガ掲載品です。36個入り1個あたりは 16.6 円。今更ご紹介するまでもない大人気商品ですね。ディナーロールよりもしっとりしています。加工日が昨日、消費期限は明日です。セールの時は山積みなので潰れているものが多いんですけれども、今回はですね、作りも雑に感じました。もうこれなんかひどい形で、しかもね、小さいんです。はい。でもこのご時世でも値上げせずコスパは抜群なので推しです。消費期限が短いので切り込みを入れてからジップバッグに入れて冷凍します。このレーニャチェリーを使ったメロンパンは低糖質マフィンの応用で簡単です。詳しい作り方はルーティン動画の方でご紹介予定です。材料だけ概要欄に載せておきますね。チャンネル登録をお願いします。カークランドシグネチャー21穀オーガニックパン928円から230円オフです。どんどん値上がりしているので230円オフは嬉しいです。賞味期限は6月10日です。6月5日っていうのもありました。でもすみません。期限が長い方を選びました。原産国はカナダです。たまに凍っているのがあるので冷凍で届いているようですね。再冷凍になってしまいますが、1袋分は冷凍します。冷凍すると普通の食パンとは違ってくっついてしまうので1枚ずつラップします。卵サンドにしてから冷凍しておくと便利です。バターかマーガリンを塗ってから卵フィリングを挟みます。ラップしてジップバッグに入れて冷凍です。冷蔵庫解凍で食べられます。このパンは独特の香りと黒糖のような甘さと雑穀のつぶつぶが癖になる美味しさで気に入ってます。
ジョンソンビルグリルパティとロメインレタスを挟んでバーガー風にしました。ロメインレタス2玉298円です。いつもよりお安いですけれども、ちょっとね小ぶりですね。産地が長野か埼玉か茨城か山梨、意味がわからないけど国産というのは伝わりました。一玉は傷んでいるとこが多かったのが残念です。でも取って食べます。クリスタルライトレモネードミックスボトル付きです。977円です。これも以前から気になってましたが買わずです。安くなったので購入です。この後の入荷は未定のマークがついてました。ピンクレモネード6本入りが2パックとラズベリーレモネードが1パックです。顆粒を2リットルの水に溶かして飲みます。原産国はアメリカ。賞味期限は2023年の7月です。ボトルは可愛いんですけれども耐熱温度が低いので食洗機は不可です。残念です。富士山麓四季の水に直接入れてみましたが、スーッと溶けていったのでホイッパーいらずです。でも水を少し出してしっかり振りましたよ。そして水を戻してます。可愛いピンクですけれども着色料の毒々しさを感じます。ピンクレモネードは 200ml あたり 5.2 キロカロリー、ラズベリーレモネードは 3.1 キロカロリーです。甘くなく酸味があるので子供っぽい味ではないんですけれども、駄菓子屋さんのジュースっぽいような人工的なお味です。明治のぷくぷくってわかる人いるかしら。子供の頃ねマジックみたいで大好きだったんですけど、タブレットを水に溶かすとしましまのキャンディーが浮いてくるやつね。そういった類の味っぽいというか、美味しくないです。酸味のある薄味なのでものすごく暑い日に飲むにはいいかもです。でも再入荷したとしてもリピはないかな。しましまハートが出てくるなら買いますけどね。今週のお酒はラフロイグです。コストコでは見かけませんがポピュラーなスコッチウイスキーです。薬品のような香りが強烈なので飲みやすいハイボールにしました。好みが分かれるお味ですがバニラのような甘さもあり私は好きです。おつまみはじゃがいもパルメザン、ツナ小松菜炒め、オーガニックパンのジョンソンビルパティのサンドです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。